ついにこのアクションカメラの新作が発表されました。ビートナイトです。今回もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、先ほどですね DJI から発表されました DJI のフラッグシップ Osmo Action の最新モデル DJI Osmo Action 6でございます。今回もですねありがたいことに先行でレビューさせていただくことになりまして、はい、しっかり使ってまいりました。というわけでこちらを本日はレビューしていきます。約3ヶ月ほど前にアップした動画なんですけども、私のベスト旅 Vlog カメラはこれだみたいなですね動画をアップしました。その動画がですね大変反響がありまして、そこで総合得点1位になったのがこちらなんです。はい、DJI の Osmo Action 5 Pro なんです。まだご覧になられてない方ぜひですねそちらの動画をチェックしてみてください。なぜ Osmo Action 5 Pro がナンバーワンだったのかという理由をですねしっかり語っております。その最新モデルのこちら Osmo Action 6なんですね。細かい説明は後からやっていくんですけども、果たしてですねどんな感じで映像が撮れるのかどうかチェックしていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。というわけでこの Osmo Action 6深掘っていきたいと思います。はい、本日の動画の流れがこちらです。外観であったりバッテリーチェック、暗所性能などなどですね皆さんでチェックしていきたいと思います。はい、というわけでですねまずは外観から見ていきましょう。前作のですね Osmo Action 5 Pro と比較しながら見ていった方が分かりやすいと思うので見ていきましょう。前作よりもですね若干サイズが大きくなってるように見えますね。はい、Osmo Action 5 Pro のサイズが横幅 70.5mm、 高さ 44.2mm、 奥行き 32.8mm となっております。重さが 145g です。対してアクション6が横が 73mm、 高さが 47.3mm、 奥行きが 33.6mm となっております。重さが 149g となっておりますので、若干ですねサイズアップ、重さがですねアップしています。他社のアクションカメラと比べてもかなり小さい方だと思います。僕 DJI の製品って大好きなんですけども、その理由の一つにマウントが統一されてるというものがあります。これはもちろんはい Osmo Action 5 Pro 使えますし、よいしょ6でも使うことができるんですが、さらにですね先日発表されました Osmo Nano も使えますし、今度ですねまたレビューするんですけども、こちら Osmo 360、こちらにもですねフィットするんです。なのでマウントが統一されているので、複数持っていてもこれ一つ持っておけば使い回しが効くので、一つ一つですねマウントを揃える必要がないんですよ。他社製品の多いのがやっぱりマウントが共有できなかったりするんですね。このあたりはですね DJI ユーザーのことをしっかり考えているので、こういった使い回しが効くというシステム、僕はね本当に大好きなんです。あとはですねこちらの蓋のところですね、この蓋のところ、以前までの構造だとここにボタンがあるんですけど、ここをこうプッシュしてバッテリー交換とか、こちらもですねこちらもプッシュしてこういった USB のところを開けたりするシステムだったんですけども、今回の Osmo Action 6はここにロックがついているので、ロックを外しながら上に上げて、はい、バッテリーを交換するというシステムになってます。もうこれはですねもう完全に物理的にロックを外してあげないといけないので、ここが勝手に開いてしまうってことはほぼないと思います。よりですね安全面、安定性っていうのがですね向上したんじゃないかなと思います。はい、外観はそのぐらいかなというわけで、性能面も確認していきたいと思います。まずはですねセンサーサイズも変わりまして、センサーサイズ大きくなりました。今回のアクション6は新しい 1.1 分の1スクエアセンサーが採用されました。もうほぼ1インチセンサーが搭載されました。そしてスクエアセンサーが採用されたので後ほど紹介するんですけども、様々なアスペクト比に対応できるようになりました。そして
今回の目玉機能になっているんですけども、なんとですね、業界初となる可変絞りモードが搭載されたんです。これ何かというと、カメラご存知の方はわかると思うんですけど、絞りがですね、選べるようになったんです。今までのアクションカメラというのはこの絞りというのが固定されていたんです。その固定絞りの限界を突破したのがこの Osmo Action 6なんです。この F 値、絞りっていうのは何かというと、例えば分かりやすいところで言うと、瞳ですね。我々って明るいところに行くと、こう瞳というのがぐーっと狭くなって光を調節するんですね。そして暗いところだと光を取り込むためにこう開くわけです。これがですね、絞りの構造なんですけども、この絞りの値が小さければ小さいほど広くなると思ってください。要はですね、こう開くことによってより光が入ってきやすくなるんですね。そうすると暗い中でも明るく撮影できたりします。こう広げることによって背景がですね、ボケやすくなったりしますし、逆に絞るとですね、背景もですね、くっきり映るようになるんですね。これがざっくり説明した絞り F 値の説明です。オートで撮影する場合なんですけども、5段階の絞りから選んであげることができるんです。最大絞りがなんと F2.0 に対応しておりまして、非常にですね、明るく撮影することができるんです。特に暗い場所、暗所で撮影するときはノイズを抑えて画質を大幅に向上してくれます。というわけでですね、暗所性能を見ていきたいと思います。これがですね、Osmo Action 6で撮影した暗所でございます。この DJI のアクションシリーズというのが暗所に強いスーパーナイトっていうモードがあるんですけども、そちらで撮影しております。こちらが最大 4K60p まで対応しておりまして、非常にですね、暗い中でもかなり明るく、そしてノイズも抑えて撮影することができます。ちなみになんですけども、こちらが5 Pro との比較の映像になります。このスーパーナイトモードっていうのが優秀なので、もしかしたらですね、なかなか違いって分かりにくいかもしれないんですけども、どちらが綺麗ですかね。皆さんの感想をぜひですね、コメント欄に残していただければと思います。先ほども紹介したんですけども、センサーがスクエアになったことによって、ここのアスペクト比を選ぶところがあるんですけども、ここにですね、カスタムっていうのがあるんですが、こちらを選んであげることによって、こうスクエアに撮影することによって、横の16対9にも対応できますし、今縦動画で投稿される方も多いと思うんですけども、それにもですね、対応できます。僕は SNS で結構投稿するので、この機能がですね、搭載されて本当に良かったです。そして最大 4K120p で撮影することができます。いかがでしょうか。こういったですね、スロー映像っていうのは本当に印象的な映像になりますので、Vlog の中の一コマにこういった映像が入ってると印象的な映像になるんじゃないかなと思います。それがですね、この小さな機体で撮影できるのっていうのは驚きですよね。手ブレ補正もなんですけども進化しております。通常のですね、ロックステディ、そしてより手ブレ補正を強化されたロックステディプラス、こちらもですね、本当に手ブレ補正しっかり効いてくれるんですけども、以前までホライズンステディバランスというものしかなかったんですけども、今回ホライズンステディというものが搭載されたんですけども、こちらでですね、なんと 4K で360度回しても水平を保ってくれるというモードが追加されました。こうぐるぐる回しても、今これ回ってますよね。回ってるんですけども、映像はこちら回ってないんです。こちらがですね、ついにアクション6に搭載されました。このモードにしておくことによってよりですね、激しい動きのスポーツであったり動きもですね、対応して手ブレをですね、補正してくれるんです。そして色なんですけども、10ビットで撮影できますし、もちろんですね、10ビットの D-Log-EV でも撮影することができます。後から色調節したいよっていう方もですね、自分好みに色を編集してあげることができます。あとですね、こちらも新しく搭載された機能なんですけども、フィルムトーンという機能が搭載されました。これいわゆるですね、フィルターみたいなもので自分好みのですね、色を選んであげて、なおかつですね、その色の効き具合っていうのも調節してあげることができるんです。本当に多彩なフィルムトーンが搭載されているので、このあたりを調節しながら自分が求めているカラーっていうのをですね、見つけるのも面白いと思います。あと色の話でもう一つあるんですけども、色温度センサーっていうのが搭載されているので、色の温度っていうのをリアルタイムで調節してくれるんです。例えばなんですけど、水に入った時のトーンであったり、暗い場所であったり明るい場所だけでも色のトーンって変わるんですよ。それをですね、自動で認識してバランスをとってベストな状態にしてくれます。これが水に入ってる状態で上がった時なんですけども、いかがですかね。なので僕基本的にこの DJI の場合はこのホワイトバランスっていうのも自動にしてるんですね。なぜかと言ったら、この DJI のホワイトバランスを調節する機能っていうのがものすごく優れているから。水中シーンがあるのでついでにお伝えすると、防水性は以前と同じなんですけども、専用の防水ケースなしでなんと水深20メートルまで使用することができます。
そしてバッテリーの持ちもチェックしていました。バッテリーなんですけども 4K60p10 ビットで撮影してみたんですけども、約1時間半撮影することができました。一応公式の発表では 4K24 フレームで撮影した場合最大200分連続撮影可能となっております。もちろんですね、環境にもよって変わってくるとは思うんですけども 4K60p10 ビットで1時間半回しっぱなしができたので、やっぱりこのあたりもねすごいと思います。あとはですね、熱耐性にも優れているので、長時間の撮影はもちろんなんですけども、本当にね安心して撮影することができるんです。あとね、長時間撮影する時って丸々一つのファイルに保存されるのではなくて、だいたいですね30分ぐらいで分けて記録してくれるんです。これなぜかというと、アクションカメラだとどうしてもねやっぱり激しい動きになった時にデータが壊れちゃうってことが稀にあるんですよ。そんな時に一つのデータにまとめておくと1時間取ったもののデータっていうのは全部飛んじゃうんですね。それを防ぐためにデータっていうのは分割して保存されます。 DJI のこのアクションカメラのマイク性能って本当に良くて、アクションカメラの中でもですねかなり音声っていい方だと思います。音声をですねご確認ください。いろんな撮影してまいりましたが、腹も減ったので、腹ごしらえに行きたいと思います。ようやく行けます。我らがまんじゅか、本日は営業してるということで、急いでいきたいと思います。そこからさらに車でどうでしょう。20分ぐらいかな。非常に絶景な宮古岬というところがございます。カメラのテストも含めて、こちらの宮古岬に来ております。今までのアクションカメラってどうしても水が入らないようにしないといけないので密閉されているんですよ。なので声ってねかなりこもって聞こえていたんですけども、 DJI のこのアクションカメラのマイク性能っていうのはその中でもですねかなりいいんですよ。とはいえやっぱり僕はこのアクションカメラで Vlog とかも撮りたいので、そうするとどうしてもね音声の質にこだわりたいってことがあるんですね。そんな時にやっぱり使うのがこういった DJI マイク。ちなみにこれがマイク3。今度またこちらも紹介します。やはり同ブランドのマイクとの相性がすごく良くて、接続もですねめちゃくちゃ簡単に接続できるんですよ。あとはマイクを同時に2つ接続することができるんです。通常別のカメラで撮影する場合だとこのレシーバーを取り付けないといけないんですけども、 DJI 製品に接続する場合だとこのレシーバーが必要ないんです。アクションカメラ自体に直接マイクをつなぐことができるんです。こんな形でですね簡単に接続できますし、音声の質確認していきましょう。どうもビートナイトです。今 DJI の Osmo Action 6の内蔵マイクで喋っております。チェック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 、ビートナイトです。ビートナイトです。声の配慮はいかがでしょうか。今私は Osmo Action 6に DJI Mic 3を接続して喋っております。声の配慮はいかがでしょうか。声の配慮はいかがでしょうか。アクション6の内蔵マイクで喋っております。チェック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 、ビートナイトです。ビートナイトです。声の配慮はいかがでしょうか。マイクをつけることによってですねこれほど音声の質っていうのは変わるんです。あと今回ですね DJI からこんなものが出まして、これがマクロレンズになってます。最大の縛り F2.0 プラスこのマクロレンズを使うことによって最短撮影距離というのが11センチで撮影することができるんです。なのでですねこういった映像が撮れたりとかこういった写真撮ることができます。どうしてもやっぱりアクションカメラって広域で撮影するカメラなのでなかなかですね寄って撮影することって難しいんですよ。なんですけどもこのマクロレンズをつけてあげることによってかなり寄って撮影することができるんです。あともう一つですね新しいレンズが出ておりまして、こちらですね。FOV182 度に切り替えられる広角レンズでございます。こちらが通常のレンズで撮影している映像で、こちらがですねこちらの FOV ブーストレンズを搭載した映像です。やはりですね画角が広がることによってよりですね迫力出ますよね。この2つのレンズつけることによって自動でモードを切り替えてくれるので、そのあたりもですね自分で切り替える手間がないので安心ですね。あとですね ND フィルターなんですけども、この ND フィルターはよりですね本格的に撮影したい方にはですねもってこいのアイテムです。これ ND フィルターっていわゆるサングラスのようなもので、本格的に撮影しようと思うとシャッタースピードっていうのを調節してあげる必要があるんです。このシャッタースピードっていうのはフレームレート ×2 倍が一番ですね人間の目に近いこういうブラーっていうんですかね、こういう動きをしてくれるんですけども、どうしてもですね明るい場所でシャッタースピードを下げて撮影しようと思うと当
然ですねこんな形で白飛びしちゃうんですね。それを制御してあげるのがこの ND フィルターになります。こちらですねより本格的に撮影したいという方向けのものなので、アクションカメラでそこまで求めてないよっていう方は必要ないかもしれませんが、僕はですねやはりこのアクションカメラでもなるべくですね品質のいい映像を皆さんにお届けしたいなと思っているので、その際はですねこちら ND フィルターを使うようにしています。そしてですね僕はこの Osmo Action 5 Pro これをですね愛してやまなかった理由が、内蔵ストレージが搭載されているんですよ。万が一 SD カードを忘れてしまったとしても、この内蔵ストレージがあるおかげで撮影することができるんですよ。もちろんこれクリエイターの方はわかると思うんですけども、撮影した素材のデータを移すときに大概やっぱりこういった SD カードって外してバックアップであったりパソコンに取り入れたりするんですよ。その時についつい入れ忘れてしまって、そのままカメラを持って行って現場に着いた時に、あ、やべえ SD カードを忘れたっていうことはね僕結構あって、結構どころじゃなくてめっちゃあるんですよ。それがこの内蔵ストレージがあることによって、万が一 SD カードを忘れてしまったとしても撮影することができるんですよ。これがね本当にありがたい。今回3ギガ増えまして50ギガバイトの内蔵ストレージが搭載されております。そして価格なんですけども、スタンダードコンボが61,270円、そしてアドベンチャーコンボが77,440円となっております。この Osmo アクションシリーズ、僕がなぜこんなに愛してやまないかというと、僕こういったアクションカメラってキャンプでも使えますし、山に登る時も使えます。そして海に入る時もやっぱりね、自分のそういった記録であったり、友達とどこか行った時の記録、妻との旅行の思い出にはもう欠かさずですね、こういったアクションカメラ持っていくようにしてるんです。もちろん今でもですね、こういった一眼カメラで撮影することもあるんですけども、どうしてもやっぱり大きいしパッと撮影するのって難しいんですよね。それがですね、このアクションカメラでかなり綺麗に映像が撮影できますし、なんといってもね手軽に撮影できるっていうのがもう Vlog にもってこいなんです。あとはなんといってもやっぱり起動の速さですよね。このクイック撮影モードっていうのがあるんですけども、このレックボタンを押すともうすぐにですね、はいレックスタートしてくれるんです。この素早い撮影のおかげで撮影の取りこぼしっていうのもかなり減りました。どんな方におすすめかと言いますと、もうほとんどのですね方におすすめしたいぐらい非常にいいカメラです。とはいえですね、特にやっぱりスポーツされる方とかアウトドアされる方にですねもってこいのアクションカメラだと思います。どうしても炎天下で撮影する時もありますし、本当に冷たい寒いところで撮影する時もあるんですけども、寒い場所で電源が入らないとか、暑い場所で急に電源が落ちてしまうということもなかったですし、それだけですね安定して安心して使えるアクションカメラだと僕は思っています。僕様々なカメラ使ってきましたし、様々な Vlog 撮ってきたんですけども、この Osmo アクションに勝るカメラっていうのが今までまだ出会ってないんですよ。そういったこともありまして、僕はですね本当にこのカメラ大好きなんです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。業界初となるですね可変絞りが搭載されたことによって、今までですねアクションカメラでは撮れなかった映像を撮影することができるようになりましたし、あとですね暗所性能の画質というのもですね向上したんじゃないかなと思いました。あとはですねスクエアセンサーになったことによって各 SNS のアスペクト比に簡単に切り替えてあげることができるようになったので、このあたりもですねありがたいなと思いました。今回ですねこのマクロレンズであったり FOV のブーストレンズが新しくですね発表されたりとかなどなど順当に進化してるんじゃないかなと思いました。ぜひ皆さんの意見も聞かせてください。下のコメント欄にですね感想を残していただければと思います。というわけで今回は新しく DJI より発表されました DJI Osmo Action 6のご紹介でございました。ぜひですねこのタイムでチャンネル登録そして高評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトでした。ボーイ、面白いアクションカメラができたもんだ。